はい、皆さんこんにちは。坂井翔吾です。モーツァルトのことを語る第11回目になります。11回目、ピアノ協奏曲第11番、一々尽くしですね。こちらの第1楽章、前回3楽章をやりまして、ちょっと逆戻りになりますけれども、今日は1楽章を取り上げます。僕も10回目を超えてだんだんこの、動画配信もルーティン化、ある程度流れが見えてきまして、土曜日のうちに音源を、自分で、ポチポチと、打ち込んで、そして日曜日に、その音源を録音しながら、予告編を作ると。で予告編をアップして、そして、その後に、この本編を日曜日のうちに撮っちゃう。そして編集を終えてアップロードして、その後、日本語の調整、日本語字幕の調整などを、平日の夜なんかに、月火ぐらいに終わらして、そして、海外の方に、英語の方などに翻訳していただくためにそこら辺のタイミングでお渡しする。そして、海外の方が翻訳されると、それが土曜の朝、ほぼ海外ではまだ金曜日の時ですねに、アップロードされる、公開されると、そんな感じの1週間で、意外と、このたかだか、2分の予告と10分の動画を作るだけでも意外に1週間、仕事をやっていて、そしてその余暇でこれをやろうとすると大変だなってことが分かりますが、でもすごく自分的には勉強になってるんですね。この動画配信で誰が一番得してるかというと、自分が一番得してる感じがしてまして、とにかくモーツァルトをやっぱり打ち込むとなると、細かい疑問なども、いろいろ出てきます。でやっぱり近視眼的にいろんな譜面を分析しますのでよく見えてくる。それによって、譜面を眺めてるだけとか CD を聴いてるだけでは分かんないことも見えてくるので、こういう、動画配信っていうのは、自分のためでもあるなと思ってまして、見る人がもう5人とか10人しかいなくてもその人のためをと自分に言い聞かせながら自分で役に立っていると、自分の作曲の、エキスになってますので、これは続けていきたいな。100回ぐらいまで続けると宣言しましたんで、それぐらい頑張っていきたいなと思ってます。暑いので外に出かけるよりも家の中でこういうことをやってる方がずっといいかなと。今日の東京はどのぐらいなんだろう、37、6度、7度ぐらいまであるんじゃないですかね。はい、でピアノ協奏曲第11番、F 長調です。という曲です。これが第一主題です。この間松崎さんとの、話の時にその第一主題のシンプルさ、ああいうシンプルなメロディーを作るっていうのは意外とやっぱり難しいんですよね。おバカに見えてしまうというか、その単純なものってすごく何お前その童謡みたいなもの何作ってんのって言われちゃう可能性があるので、シンプルなものは難しい。でただ僕はやっぱり作曲家なので、その難しいところ、難しく聞こえそうなところっていうのがやっぱり興味を持ってまして、第2主題は割と半音階なんですね。この後か、これも第2主題ですね。ちょっとすいません、研究不足ですね。研究不足を露呈してしまいました。でペンカイルを、どうするか、ここが、モーツァルトの腕の見せ所なんですけども、今回の音源は183小節目から、200いくつか230あたりまでを取り上げています。そっか、譜面と一回聞きましょ
では譜面と一度、この音源の方を聞いてみてください。どうぞ。はい、こちらなんですけれども、最終的には再現部というところでっていう F に戻んなければいけないんです。しかし、展開部、ちょっと僕は、はしょって183から書きましたけども、170ぐらいからですね、っていう、C マイナー C マイナーの、展開部でスタートします。そしてその後に、G マイナー、こっから僕は始めています。それで G マイナーからどう、ディミニッシュなどを使いながら最終的には C7 に行き、また F に戻る。この、モーツァルトの、その何でしょう、転調のっていうのは何でしょう、こうぐーっと遠いところに行って、そして最後、F に戻ってくるところがなんだろうな、ちょっとその辺の近所を散歩してるような面白いなんか動きがあって、いつもそしてかつ違和感がないんですね。すごく連続性があって、突拍子もないことがない。で、あれいつの間に戻ったんだろうってことがその、びっくりさせられるところがありまして、これがモーツァルトの面白さだなと思うんですが、で、僕はそのモーツァルトのことをいろんな本で読んでるんで、どこにそれが書いてあったかっていう、そうなんですよ、いわゆるネット用語でいうとこのソースを出せとか、エビデンスをとか言われると非常に困ってしまうんですけども、どっかに書いてあったことで、モーツァルトは小節数と、何のキーから何のキーへと指定されたら、もうどんなご注文にもお答えしますというふうに答えたことがあって、じゃあ例えば、僕の例えば昔編曲したもので、ファイアーエンブレムっていう曲があるんですけども、あれは G からですね、途中から A フラットに上がるんですね。で、その半音グッと、転調と言わず、まあ、胃腸ですね、半音グッと上がることによって、だけどもゲームはループしなくちゃいけない。最後 G に戻らなくちゃいけない。A フラットから G にどう戻すか、そこが腕の見せ所で、どういうことを書いたっけなっていうことはもう、何年前だ、相当前のことなんで、忘れてしまいました。耳コピすればいいんですけども、自分の曲を耳コピするのもめんどくさいという、この夏の暑さでございまして、皆様の方が詳しいかもしれませんので、ご勘弁ください。その何でしょう、何のキーから何のキーへ、小節数さえ指定してくれればいくらでも戻れますよっていう話をいつも、そのファイアーエンブレムの時のも、そういうことを考えながらどうやって戻ろうかなって考えて、
また G に戻した記憶があります。はい、今日はモーツァルトの転調というか展開部でのキーの移り変わりについて、実際僕は譜面の方にちょこちょこコードなんか書いてますから、自分でこう弾いてみながらこのキーからこういう風に移ってるなみたいなことを確かめられるといいのではないかと思います。はい、では今日はこの辺りにさせていただきまして、皆様暑いのでぜひ熱中症などお気をつけください。失礼いたします。